山口県岩国市、ここには合田一家上田組がある。6月9日午前10時、親子杯の儀式が行われていた。ご列席のご一党様に申し上げます。潮も満ち、時間も上々となりましたので、ただいまより本日のおめでたき親子血縁の杯儀式を執り行います。本日媒酌人という大役を仰せつかまつりました私ではございますが、何分任教道いまだ修行中の未熟者です。残学経験不足ではございますが、儀式滞りなく相済ませ、千住万歳行く久しくとのお声がかかりますまで、ご一党様にはご見分承りますよう、伏して恋願い上げ奉ります。親子杯、この儀式をもって初めて親分子分の関係が生まれる。見届け人、取り持ち人並びにご列席のご一党様に申し上げます。この杯は親子の杯です。一旦杯をもらえば、そのつながりは肉親の血以上に濃く強いものになる。この杯は出世杯です。一口二口三口で一気に飲み干し、懐奥にしまい、親に対し今後任教道に勇を邁進する誓いを込め、一言ご挨拶をしてください。親分の一言で黒いものでも白と言わなければならないヤクザの世界。いついかなる時も拳銃ドスの盾となり、親分を守らねばならない。親分、今後ともよろしくお願いします。頑張れよ。組長の自宅には部屋好きと呼ばれる若者がいる。午前6時、彼らの一日が始まる。掃除、洗濯、炊事、家事一切、それら全てが修行となる。最低3年はこの下積み生活を続けなければならない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ポンプ変えてみ。ポンプ変えとよみ。失礼します。はい、聞こえるよ。浜屋さんか。はい。そうなんや。そう。こうじゃな、これ。
彼らには月に1万か2万組長からタバコ銭が出る。いただきます。食事は団らんではない。食べるために食べる。黙々と食べる。いただきました。いただきました。いただきました。彼らに外出は許されていない。よっしゃ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 。幕島を目指す彼らはこれで博打打ちとしての勘を養う。その中に山本典弘組長の2人の息子もいた。自分の息子やから優しくするとかそんなんないですね。余計人になるんですね、自分らには。普通のまあ若い人たちおるでしょ、親父のあれは比較的余計やかましいわけですね。ちゃんとしてお前ら当たり前なんじゃいと。で若い人たちによくしてそれでまあまあなんじゃっていう感じですね。ちっちゃい頃はやっぱり極道の親父って嫌だったでしょ。嫌やったね。自分はやっぱ中学校のやっぱ卒業するまでは嫌やったね。こうやんちゅう友達からいじめられるんよね。友達の親から特にあれはヤクザの息子やけつってこう嫌がられるって。だけど友達のとこ行っても俺だけまあ友達のとこ一緒にみんなで行くわね。親が来たって俺だけ靴持って隠れたことある、お尻の中に。もう2時間も3時間も。警察が捕まっても一生の悪いことしてもやっぱり自分がやっぱヤクザの息子やけいちゅうて手腕になるちゅうか一番悪いようになってからもう決めつけられたんですね、警察から。極道ってのは魅力はどこにあるんですかね。自分は極道って魅力っていうのはね、どう言ったらいいんやろか。ただもう普通の仕事しとる人たちと違うけ、やっぱし金も入ってくるし遊び方も違うし、ええ車も乗ってええ服着てええもん食うて自分がなったきっかけなんよね。それと親父の見てきてから。でそれするにはやっぱし極道して自分が大きなれんにゃそれできんっていうことよね。でそれでだんだん極道の世界一の型にはまっていっただけで。長男山本正夫組員28歳4月29日恐喝未遂容疑で逮捕。そして6月4日
1年6ヶ月の実刑判決が下った。1年半か今から無血弾も危ないのまだこれもさそうか電話でんか電話でんか1年半じゃ長いのしょうがないの来年のそれじゃ帰ってきたからね続いて目は一滴俺にさせなはい。1年あんた来年の11月か。もう人が忘れた頃出てくら。リーチがおるんかな誰か。いません。はい。今日なんか息子さんの長男の刑が決まりました。はい。何年？1年6ヶ月。ちょっと重かったです。やっぱりかわいそうですよね。ちょっとしたことですからね。お母さんとしてもね、はい、息子さん2人いますよね、はい、でお父さんと同じ、極道の、世界に入ったわけですけどもけどやはり一人の人間として見てやらないといけないしですねまして男性として見てやらないといけないしそこがやっぱりですよね娘は武士道の切腹を真似たものである関係ないんだけども関係ないけど自分が筋の通らんことしておるんですよ闇討ちかけたとかいやそういうことはないよねいや結局自分が引っ掛けられたみたいになったんですよねある人間にそれでも詰めなきゃいかんはいなんで詰めなきゃいけない話が収まらんけどね自分のやっぱヤクザしようとはけじめ取るでしょうが筋が通らん話したらそうねこうあるでしょまな板置いとくでしょ合法上退職でしょその上からハンマーでちょこんと打ってもらったらすぐ飛びますよ鶏の足あるでしょあれ切るのと一緒それでいわゆる切りが立つわけですか切りが立つというかはいはいだそうだまだ3日目やけお前下手なこと言うなよお前の4月17日安倍組に一人の男が帰ってきた本日は私が先物のためにご盛大なる、席を設けていただき誠にありがとうございました安倍組一門の一員としてより一層頑張ってまいりたいと思います邪界者でございますが今後ともより一層のご引き立て並びにご指導よろしくお願いしますありがとうございました向こうの人は後で言うとテーブル出しておるやろ横田よおい横山か手治った治ったよちょっと見してお前よどれ治ったよ今度はどこの指もう落とさんちょっとよく見して見してやるよ
痛そうだね。痛くないよもなんでもない。う。もう2週間目やろ。不便でしょうん、力が入らんね左指に。う。全然。慣れるかね。もう慣れるよすぐ。もう絶対指落とさんよ。バカらしいことで。ご一行さん、本日は本当に心温かい方面祝いの安倍組配下園田組吉留正一郎組員37歳6月15日死亡。一説に自殺とも言われる。出所してわずか42日目の出来事だった。末松克美組員24歳。父親は博打と女遊びで家屋敷を失い、母は家庭を捨てた。建設現場などで働いた少年時代、この世界に入った若者の典型的な姿がここにある。いや、そうした借用書のね、電話番号と住所がお宅のところにあったわけよね。で岩永さんって方とお宅は全く関係ないわけ。友達でそこに出入りしとんやろ。今日行ったらおるかな。お宅にはね、金貸しの老婆から80万円の借金取り立てを依頼された。集金した金の半分が彼のものとなる。お宅に電話をかけんないかんし、足を運ばないかんわけね。じゃあそうすればお宅も迷惑するやろうから。倒産した町工場から800万の鉄骨代金取り立てを依頼された。こんにちは。先ほどお電話差し上げた天幕ですが、私もそれ任されてですね、今日ここまで足を運んだんですけど、一応まあ13日の日にその債権者の会議があるんやったら一応それを知らせてもらって、またその時にも出てきますけど、一応私も子供の使いできたんじゃないし、この話どうなるかわからんけどですね、一応その社長の方にもできる限りのことしてもらって、その金額納得のいくようなですね形で話つけるように持っていきたいと思いますから、またその時はよろしくお願いします。倒産整理、手形サルベージ、事件や交通事故の示談介入、飲み行為、ヤクザはあらゆるダーティービジネスに関わるようになった。いずれも一般市民が依頼者としてヤクザを利用していることに驚かざるを得ない。はい、若松ね。はい。7レース、はい。540枚、はい。はい、30、はい。はい。40ね。はい。ありがとうございました。はい。はい。若松、はい、毎度。7レース、はい。2430ね。はい。30、はい。64、20。8レース、はい。2350、はい。3460、はい。125これ穴だね。はいはい、どうも。一番入るきっかけってのは何だったんですか？わしらはやっぱ親分の頃だよね。親分の付き合いっていうのはね、どういうところでもあったんですか？やっぱわしらチンピラっていうか、組み立席がない時はね、ブラブラしよったらなんだし、やっぱ
憧れるやない。自分は中学卒業してから高校に進学せんで不良少年です。で16で少年院に行って18で出てきたんです。でその2年間の間に少年の中でですね、ヤクザの人やそういう人たちの話を聞いたり、でまた少年の中でずっと考えた結果ですね、どうせまた外に出ても同じようなことを繰り返すから、出てきてから親父に相談したいんです。で親父はどうしても自分の意思が変わらんのならということで、自分の今親分になる津川組の頭足を諸長にですね、紹介してもらって、それで差がつきました。みんな割におしゃれでしょ。着てるものはいいもの着てるしね。ただそのメガネだったりそう安くないと思うんだけど、ああいうのはどういうふうな稼ぎなんですか。それは個人個人あるけどね、しのぎっちゅうのはね。やっぱここで家にしのぎもあるしね、またね。まあ言えるしのぎっちゅうは債権とかね。債権取り立て。悪く言うたら恐喝とかね。また個人個人また事業しよう人間もおるしね。私はやっぱ店やらスナックはしようけどね。その分なんぼが助かっとるけどね。まああとは取り立てとかね。もうそんぐらいのもんやろ。あなたの年齢で30？今28です。28ですか。28の年齢で言えばまあサラリーマンだったら大体そうですね、まあ25万ぐらいかな、ボーナス入れて月にね。それよりは上ですか。そうですね。まあ女房子供の生活費がそれだけかかるじゃないですか。自分のとこ今車乗りよるけど、タクシー代だけでやっぱ10万ぐらいかかるけどですね。でそのぐらいのものはまあ出るわけ。そうなんと食うといけないです。レジにしとかないといけないね。喧嘩のコツって何ですか。まあ先に手出すことね。宣伝しような。大体いわゆるボクシングとか空手とか柔道とか強くちょっとね、本当のヤクザと喧嘩したらね、負けるって言いますね。だからそういうなんか迫力でも負けんだろうけども、喧嘩慣れてるっていうか。いやそれっていうのは、それは自分たちが空手の暗段とか見てたらやられるでしょ、それは大勢やったら。じゃあヤクザそれやられたもんじゃ飯食えんけですね、もうおられんことになるでしょ。それがで1の腰2の腰やるんですね。やられたらやり返すから形きっちり取らないですよ。それだけみんなやっぱ素人とか片寄りに素人衆がやっぱ怖がるんですよね。ヤクザ大体悪いやつや。ヤクザの方がね、人間成長はものすごいいいわ。それはもう素人さんの方がね、もう汚いやつがいい。ヤクザの方がね、もうスパーッとして腹もきれいしやね。今素人の方がもう汚いやつが多いよ。ものすごい。さあまあ普通のやつはどういうふうな目で見とるかもわからんけどね。わしらそう思うとるもん。わしらの春の方がまだきれいと思う。素人の方がまだ汚い目がいっぱいあるわけよ。取材で飛び回る我々取材班に下関警察署の尾行がつき始めた。合田一課本部ではすでに刑事が聞き込みを開始していた。その日6月13日午後2時、合田一課本部事務所の動きが急に慌ただしくなった。4代目を襲名するのは当初から本命視されていた川崎雄二最高幹部であるという。そして襲名式は明日6月14日だが、襲名披露会場はあくまでも秘密だった。31のですね。31の3033。ああ、山本やけど。大丈夫か。あれ？いや、親父が決めたね。俺にや。はいはい。バジェット時間。時間は11時。場所はまだちょっと、俺が入るまで言わんってことになってんだけどな。襲名披露の場所はどこか。山口県警はいかなる襲名披露阻止作戦を行うのであろうか。場所はもうすでにお決まりですか。どうですか。
何が場所は。まあこっち入りな。警察もうるさいでね襲名ができんやったら困るしねこっちも。だけどどうしても隠密行動になるわな。もう今日はもうどうしても分かるやろ。まあしょうがないね。ホテルに迷惑かけるけどどうしてもやらねえけんことやしねわしがじゃないけどうちが。で場所はどこなんですか。ヒントはもらえませんか。そうだな。関門海峡の見えるね由緒ある山陽ホテルでやろうと思った。山陽ホテル。はい。いいんですか今言っちゃって。もうしょうがないね。あれは上の木から行った絵のどのぐらいになるか長さは近いのもそれ2枚あることになっちゃうのは今あったか下に2枚。その日山口県警による襲名披露中止の勧告は深夜まで続いた。6月14日午前8時襲名披露当日。山口県警は機動隊350名を会場周辺関門橋新幹線新下関駅に厳重配備した。午前9時続々と詰めかける西日本一帯のヤクザ組織11団体およそ1000名。渡る気にどけはよ。やっぱ今の5代間にしてもね、なるべく早くいろいろトップ決めないとヤンチュみたいになるということでしょう。向こうの神戸の方にこう非常に急接近するというようなことはどうでしょうか。今すぐね神戸とどうこうという関係はないからね。いやこの5代間の中で今の山口組と一ばかりになるような恐れもあるわけだな。トップをきちっとやらんとお互いの思惑があるから、そういうことで急いでやったんじゃないのね。午前11時4代目合田一家襲名披露は下関国立公園日野山山陽ホテル選定の間で始まった。この度3代目合田一家総長推薦人大阪4代目砂子川組山本秀樹組長。同議の結果3代目合田一家総長代行を務めおりました川崎智之をもって4代目合田一家総長に満場一致で決定いたしました。初代総長の奮闘を受け継ぎ取り持ち人北九州小倉工藤会工藤源氏会長。精進努力いたし必ずやご一党様のご期待に沿うべきものと確信いたすものであります。媒酌人極東関口日置一家木村分家山本睦美会山本達三会長。極東日置流儀にのっとった4代目襲名任教社会の第一級の儀式である。襲名は午前中潮満ちる時始まる。
故三代目合田一家浜崎明総長、浜崎陽子霊代。霊代がお口をつけになりました杯、心の丈が残ってございます。取り持ち人の指図によりまして、この杯に継ぎ足しをさせていただきます。襲名披露の儀式形態は中国からの伝承と言われ、日本の武家社会が行った義による血縁の儀式とも言われる。見ながらでごめんこうみます。見届けご一党さんにお頼申します。四代目襲名の杯でございます。なみなみと継ぎ足しをいたしてございます。見聞をお願いいたします。四代目合田一家川崎雄二総長が身につけた晴れ着、紋付き羽織袴一式300万円。四代目襲名の杯でございます。その杯を飲まれますと、あなたは四代目として一家の主でございます。一家の責任を双剣によって立ち行く覚悟が決まってございましたら、どうぞ三口藩一気に飲めをして懐深く収めていただきます。どうぞ。承認書を一つ今般川崎雄二をもって合田一家四代目に継承いたすことを承認いたします。昭和60年6月14日、下関市三越総川町美濃区おいて山陽ホテル取持人不動会会長不動源氏、売作人極東関口日置木村分家山本結び会会長山本達郎、目録一つ魂一振り、一つ末広一対、一つ羽二重一匹、一つ縄張り島一円、一つ組木一遊、右譲り渡します。昭和60年6月14日、三代目合田一家霊代浜崎陽子、四代目合田一家総長川崎雄二殿。では霊代より譲り渡しをお願いいたします。目録に言う魂、長州赤間ヶ関初代合田光一総長が特に打たせた肥前の国忠次。席替わりをお願いいたします。
席が変われば交代です。列席ご一党さんにお頼申します。誠に拙い未熟な拝借でございましたが、ご一党さんのご講演を賜りまして無事相詰めさせていただきました。誠にありがとうございました。誠に高きところより甚だ先日とは存じますが、ご一党様に一言ご挨拶申し上げます。私は宗家籠虎の由緒ある流れを組む五代以下四代目継承いたし、今新たにこの光栄と重責を我が身に受け止めておりますが、何分にも木戸いまだ経験も浅く、かつ戦略被災いまだ修行中の身ではございまするが、先輩各位のご好品のもと誠と情熱をもって任教道の真髄を堅持し、仙台総長の意思を尊重いたし、一任教道に徹する覚悟でございますれば、心よりお願い申し上げます。ではよろしくお頼み申します。手締めは三三九度でございます。